なんかナイス HC 系のケーブルがごそっと色々発売されたな。このケーブルを含めて、現在3台のケーブルがすでに手元に送られてくることが決まってるんだわ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HC 系では珍しい、プラグ交換機構がついた新作上位ケーブル、ナイス HC 系シーズン式だ。式は、標準ケーブルよりちょっとしっかりした質感の、4芯銀メッキケーブル。一見、普通の厚みの洗剤を使った、よく見かけるビジュアルな感じのケーブルなんだけど、手に取ってよく観察してみると、被膜内部の線の比率がかなり高いことがわかる。ナイス HC 系の1万円クラスのケーブルって、基本的にはかなり上級なケーブルなので、こういった洗剤の仕上がりに関しては基本的に信頼していいと思う。シーズンもその期待に応えてるな。被膜の太さの割に、内部洗剤が極太なので、ケーブルは十分に柔らかいけど、同じようなハンドリングのケーブルに比べて、若干癖がつきやすい。とはいえ、使ってて重かったり、タッチノイズだったりに煩わされる心配はないので、そこら辺の取り扱いは、特にストレスなく、すんなりと使わせてくれるケーブルだな。このケーブルの特徴は、ざっくり3つ。ナイス HC 系系列では採用例の少ない、プラグ交換のギミック付き、7N 銀メッキ OCC と、HC 系系列がフラグシップと謳うのに十分な品質の洗剤スペック。でもって色。あれ？別に目立つ色じゃなくない？と思ったかもしれない。この価格帯なのに空張りがあるのが珍しいんだ。その中でも最も無難なグレーを選んじゃったけどな。他に、明るいブルー、グリーン、そして銀メッキ洗剤だったらやっぱりこれが欲しい。銀色が用意されてるぞ。洗剤の品質は、優れた 7N 単結晶銅に銀メッキ、という、銅の品質を上げて銀メッキして殴れば強い、という、高品質ケーブルのストロングスタイル地味多製工法で価格に見合った洗剤だ。ちなみに、中華イヤホンでよく使われる OCC 表記に対し、オリジナルの OCC はすでに生産終了してるやん。というごもっともなツッコミをよく頂戴するんだけど、おそらく中国の山奥に俺たちの知らない OCC 工場があるのか、あるいは OCC に準じた何かを中国か台湾あたりのメーカーが作ってる、ってことなんだと思う。なので、このチャンネルで OCC って言ってる時はメーカーが OCC って言ってる、という意味で捉えてほしい。少なくとも、ケーブルでこの表記が出るときは、同純度の無酸素銅よりも高音域側がくっきり出てくる機種が多いので、OCC 表記には意味があると思うな。そうそう、ケーブルのラインナップ。シーズンは、プラグ交換可能なケーブルなんだけど、MMCX 在庫を抱えるのを回避したのか、今のところ2ピンしか在庫がない、2ピン CIEM 向けの、埋め込み対応タイプのプラグだ。プラグに使われている金属周りはアルミ合金と思われる。軽くて取り回しが良い理由にもなってるぞ。というわけで、このケーブルが対応可能なのは、2ピン端子、2.5mm、3.5mm、4.4mm だ。交換用のプラグは最初からついてくるので、環境が違う日も安心だな。と、側についてはこんな感じ。気になる音質については、すっげーまっとうにスペックで殴ってくるタイプの銀メッキ線してる。おそらく、付属ケーブルが銀メッキ線だと、より明るい音色の印象になるんじゃないかな。一般的な銅線ケーブルと比較すると、高音側がくっきりと出るようになる。銀メッキ線全体で見ても、高純度銅線と銀メッキ線の組み合わせは、ここがはっきり出る傾向が強くて、この式もその傾向に沿ってるな。ちょっと意外に感じたのが、低音側がそれほどグイグイ来ないこと。似たような価格帯の TRN オニクスが手元にあったので比較してたんだけど、オニクスの方が、中音域から下の厚みが出て、それでいて高音域の量感は両者近い感じだった。式の方は、中音域以下もあっさりと出る感じで、刺激音は出ないんだけど、全体に音色の輪郭が強く出る印象。くっきりあっさり、でもカリカリのクリスプな音にまではなってほしくない。厚みのある音のせいで、他の音が干渉されてるように感じる。とか、そういう時に活躍しそうだな。全体に、あんまりにもエネルギッシュな曲なんかを、もっと淡白にするケーブルだ。高音域側の表現力はコストと純度の力でぶん殴って実現してるので、他のところは軽く流す感じのバランスになってた。量感が素晴らしいけど、少し暑苦しすぎるサウンドなんかを、ガス抜きしつつ、高音の品質を引き上げる、というタイプのケーブルだな。僕はドンシャリ大好き人間なので、結構使用用途が限定されるけど、あっさりした中音域重視、中高音域重視のサウンドが好きな人には重宝されそうな感じのケーブルだぞ。ちなみに、音色と音色の間に、しっかりと余白のようなものが生まれるケーブルなので、空間と壁による反響を感じるようなイヤホンの場合、それらのインドアで聞いてるなぁ、という反響感が解消されて、より広い空間で、残響なく聞いているような空間表現になることがある。なので、基本的には、空間を広げる方向で印象が変化するケーブルだと思っていいだろう。
なので、ちょっと相性はあるものの、ちょっと癖のあるイヤホンのアップグレードか、ニュートラルなバランスに作られたイヤホンの音を、相手痩せさせる時に活躍しそうだ。ケーブル交換式が好きな人は、ちょっとチェックしてみておいて損はないぞ。と、こんなところだな。最近は HC 系のケーブルって、とにかく音に油を乗せるような、パワーアップ系が多かった気がするんだけど、割とあっさりと対応してくれるケーブル、というのは意外に少なかった印象なので、このタイミングで出てくるか。ってなったよ。この後には、期間中商品だけで艦隊組めるくらい出てる期間商品の、期間中の期間とかいう、王の中の王の中の帝王の上の帝王の皇帝みたいな状態になってるラインナップの中でも、明らかに抜きんでた超スペックでぶん殴ってくる系ケーブル、ゴールドクローンと、個人的に取り回しやすそうで、低価格の新定番になりそうな、ブルー PP も控えてる、HC 系のケーブルは、またしばらく見どころが多そうだ。お財布の中身なくなっちゃう。といったところで今回はここまで。